おはようございます。おはようございます。あやさきチャンネル満作ネードリシエ西のあやとさきでございます。重い。本日はご招待いただいたお神社様、どうぞ。カンペ熊本県上益城郡大和町の男成神社さんです。やばい。ずっとピリピリしとるんやで。痕跡うんぬんじゃなくて、登ってくる途中でもう微生類むっちゃ多いし、もう今ちょっとこっち側すごいよね。すっごいんだけど、むっちゃピリピリするんやで。でもそっちは風景的にはね、こっちそう風景的には似てるんだけど、ピリピリ感がやばいのは今現在はこの右。今変わったくない？匂い、花の香りしんかった？わからんかった今こっち集中しすぎて、ちょっとあやちが外れとったけどってな感じでよろしくお願いします。お願いします。いきますか。腕重い。はい、腕重い腕重いっていうか重くなってきた。じゃあ完璧しますだから台本ないっていう撮っとんかちょっと見られとるね、やっぱ。本当、探ってもしゃあねえか。じゃあ先にお参りさせてもらおうかな。どうするやろ。手水舎そこにあるんだ。大丈夫、ちゃんと今回は準備しとったねなんか水がね、まろやか。へえ。なんか口当たり良くないですか。伊達に病気じゃない。なんか神社の水巡りってのもいいのかもしれない。まろやかだね。いろんなとこ行っとるけどさ、結構神社の水って美味しいんだよね。はい、では行きますかね。この温度だときついか。ちょっともう一回通らせてもらっていい？ここやな。へえ。ここやな。結界？境目がある。ほんと通り過ぎてすぐぐらい。ちょっとそっちは分からんけど、ここ。ここ。ここ。そこ。わかる。わかるでしょ。わかる。わかる。わかりやすい。わかりやすい。ほんと通り過ぎたほんと直後ぐらい。ここ。そこ。わかる。わかりやすいやろ。そこ境目になってる。へえ。
いきます。はい。やっぱ目が疲れるぐらいしてるよ。わあ、すごい綺麗。豊か。やばい。ちょっと後から説明するか。やばい、お腹鳴ったの聞こえたかもしれない。なんかさ、多分これ神様もそうなんだけど、うん。宿っとるキノコがおるよね、ほどっかに。それも数体、う。へえ。数柱と言った方がいいのかな。俗にもう神様卵っていうか、木に宿ってる神様。微生霊がなった神様だから、ご神木になる。なりうるなりうる。ものがちらほらと、どこぞの神社もそうやったやん。うん。だからすごい微生霊も多いんやで、びっくりするぐらい。ハンドパワーずーっとピリピリしっぱなしなんやで、俺。うん。でもやっぱずっと見られてる感じがしてね。うん。上から。さっきからずっとその下で、うん。今ここ上がってきたらその上から気配がして、うん。でもそれ以外の声が結構してる。うん。綺麗な声が。でも視線がね、なんとなく男性っぽいんだよね。うん。力強いというか、うん。睨んどるんじゃなくて、なんか、なんていうのかな、温かくて重いみたいな。ああ。とりあえず毎週。はい。タオル落ちたよ。はい。
ですね。やっぱあっち？いや、違った？いや、後で言う。さあ、どうしよう。どこで説明しよう。どこで説明するか。こっちちょっと離れた。とりあえず感じたものを言うかな。まあ、神様の卵とか微生物が多いってことはもう豊かな証拠。毎度のごとくエコーをかけさせてもらった。で、来る前にもう怪しいって言ったらおかしいけど、もう明らかに強いのが1体になっとった、人柱が。もう確定だよね。で、それが多分男性なんやで。で、エコーをかけた瞬間に、こっちにもう一つあるやん。弱いけど、もう一つ別？弱いけど、バラバラとほんの少し強めの精霊がおる、あっちこっち。多分これは木に宿っとる系。向こうに3本、こっちに1本ある。へえ。で、あと細かい微生霊はめんどくさいから数えてない。だから神様と思われる男性の方が一肩一柱おって、で痕跡が上の方にみんなあるもんで、地面多分歩いてない、上から見てくださっとる方が多いかなっていう感じで、ほんでなんだろう、こっちら辺にもうちょっとこのあるんだけど、このちょっと後ろらへんに気配があって、ほどほど強いのがもう一柱、でご神木になりうるもの、まあ実際になってるかわかんないけど、まあ、向こうに3本こっちに1本微生霊ブワーっていう感じであって、なんていうのかな、優しく包んでる母というか、やっぱ父親って感じなの。結界あったかかったもんね。あったかいんだよね。その母に抱かれたぬくもりの安心感じゃん。なんか頼れるみたいな。で、空気がなんていうのか、澄んどるってより、なんていうのかな、表現しにくいな、これは。なんて言ったらいいんだろう。難しいなと。なんだろうね。その吸ってすっきりするとか軽くなるわじゃなくて、なんか安心してるのになんかやらなきゃみたいな。ここに来て、なんか俺の感覚ね、来ました、落ち着いてほっとして、ああこれから頑張るかなみたいな、なんか絶望とかさ、なんか簡単な希望じゃなくて、なんか先を見ようかなっていうような、なんか変な感覚なんだね。なんだろうと思って、これ今までにない感じだね。あんまりないかなっていう、なんかすごい前向きになるというか、なんかさ、いろいろあって嫌なことだとさ、悲観なことばっか考えるやんか。それがここに来た時に一旦落ち着いて、その後、未来的ななんか感じ、表現が難しいな。語彙力あるつもりなんだけどね。体感というか感覚だから言葉にしようがない。あえて言うんだったら、社会人になる3日前4日前ぐらい
なんかあたふたしとったんだけど、覚悟を決めて落ち着いた後みたいな、でも当日になるとビビりやんか。だからちょっと覚悟決まり始めた2日前3日前ぐらいの、なんかでも妙に落ち着いてるけどなんか期待してるみたいな。難しいよ。まあでもね、ちょっとわかる。言葉としてどう言ったらいいのかわからん、そんな感じ。なんかやる前の落ち着いた冷静な自分と期待してる自分が入り混ざったような感じがしてね。やっぱこうやって見ると痕跡あっちこっちあるもんね。黄色っぽいというか金っぽい色が。そこ結構はっきり映ってるんだけどね、あるんだけど。指させるこれで。もうちょい上に上げる。ここに結構はっきり痕跡があるんだよね。でやっぱそっちの方、ここら辺が空間が揺らいでるんだよね。揺らいでる。だからわさわさしてるとこ。動いてるね、あそこだけ木が。そこが揺らいでるよねっていう。悪い意味じゃなくて、力がそこに集中してる。だからここがすごい力の力場にもなってるって。だって結果分かりやすくなかった。分かりやすい、あれは分かる。すごい分かりやすくなって、ゾワゾワしっぱなしじゃないかこれ。ってな感じなんだけどね。だから毎度のごとく姿勢ながら下調べないからね。マジでないから、感じたもの、目で見たものを伝えてるだけだから、だからここに祀られている神様は神様でまた別かもしれないし、で俺が見たのは確実な人柱様がいて、もう一つが補佐的な方なのかなってな感じですが、はい。広さ的にはね、もう結構広々として落ち着いて、お話はした？お話。神様？いや。話しかけた？話しかけたけどガン無視されてる。ガン無視？でもいつもみたいな敵対心とか警戒心がないんだよね。圧力とかもない？なかった。ただ遠目では見られてた。っていう感じがしたもんで、全然でっかいな。ボタンだよねこれ。ボタン？あんまり詳しくない、下手なこと言うとあかんから。綺麗。めっちゃ綺麗じゃん。めっちゃ綺麗。蜂蜜食いて。だってここ熊本だよ。くまモンだよ。俺の親戚だよ。駅着いた時にくまモンのでっかいなんかモニュメントあったやんか。めっちゃ欲しかったの。持って帰りたかった。でもファンの方は違う意味で好きなとこだったかもしれない。熊本のね、有名な原作者の方が。だからここはええよ。ええな。静かやし。来ました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。わあ、清掃でかっこいい。ありがとうございます。かっこいい。本日は当社にようこそお連れし中。いいえ、とんでもないです。ありがとうございます。お祓い正式に頼ませてもらって参拝していただきたいと思いますので。宮司さん、中撮影してもよかったですか？はい、よかったですか？七分ヘリがここにいるんですよ。おお。こっちから見てるみたいな、こっちから見てるなと。ああ、本当だ。いいね。お祭りの始めに一度でします。ご提供ください。かけまくもかしこきざなぎの
お直しください。出てきたぞ。お父さん。出てきた。よろしくお願いします。ありがとうございます。これ宮司が書いたんですか、これは。つかないです。綺麗だ。勉強せえや。勝手なことやけど、ノリと行ってる時うにん力こもっとったよへね。え。だからゾワッとしとったの。だから言葉に力が宿ってると思ってる。宮司の言葉にってことそう、ですか。言葉に直接やっぱ力がこもってたんや。へだからそのあんまり言葉があれやかんな。うん。にわかな人とかやっぱ口先だけの方とか見えるけど、やっぱ心から喋ってる言葉を言ってるもんで、それに宿ってるね、力が。だから心に力が宿る。魂はここにあるもんで、うん。そこから発せられる思いがあるからやっぱ音として出る。だから一流の歌手とか一流の言葉を発する人、それには力が宿る。だからノイトを上げてくださった時なんかもう本当に入ってたもんで、俺正直ね首触りたくてゾワゾワ。今日はですね、花がお迎えしております。でですね、そこに今言霊の話が今ありましたけど、そこに小型の木の花が咲いてるんです。見てくださいよ。ピンクのやつ。そうそうボタンついてる。ボタンとか言ったらもうね。これはですね、西洋尺投げって言うんです。綺麗じゃん。めっちゃ綺麗。小型の木って言います。この花がこんな感じの花で、何にも乗ってないよね。うん。乗ってないよね。今俺肩叩かれたんだけど、ポンポンって今肩が叩かれたんだけど後ろから。誰？誰？誰今？これが見えるといいよみんな。屋根とかにすごいキラキラして、神様が通っとったから、こういう地面のとこ、微生霊が通った後で筋みたいにさ、通ってる。いろいろ。やっぱ豊かですか。豊か、もうすっごい豊か、もう土地としてはすっごい豊か、ここ。こうやっぱ感謝を伝えに来るっていう場所ってことですよね。神社って。神社って。もう途中で話しとったんだけど、そのご神木になるような、要は宿っとるような木、魂が宿るとか、そういう木が計4本ある、この近くで。あ、そうですか。それってもう歴史が長い、なおかつその豊かでないと、それは絶対ありえない。だからご神木が1本あるだけでもすごいのに、それに相当するものが4本ある、ここ。4本ある。4本ある、4柱あるっていう。かなりすごいっていう。どんだけ参拝者の方が年間見えるかわかんないんだけど、伊達に歴史があるっていうわけ。春の大祭みたいな時にはね、やっぱすごくみんな町の皆さん集まってっていう感じであれだけど、やっぱ場所が場所なだけにね、ちょっと大変っていう。そう遠方から来られる方っていうのもあれだけど、やばい手が手がピリピリすぎ。もう玉串さ、あまりにも久しぶりすぎてさ、テンパっとった。全然わかんなかめっちった。ゃテンパっとってさ、頭抜けとった。玉串。これやっぱ男成神社っていうだけあって、この子供の成人を願うみたいなところの言い伝えなんだけど、お父さんとかお母さんが来て子供を連れてきて、この子供の成長を願うっていうのは悪くない。どう？だからか。
ああ。だからか、優しく包んでる母というか、やっぱ父親って感じだ。ああ。安心してるのになんかやらなきゃみたいな。落ち着いてほっとして、ああこれから頑張るかなみたいな。だから男になるって書いて男なり神社。だから男なり。そう。勉強してこいって勉強してくると偏見がつくから、やっぱ見えたものを言いたい。で、俺がこの撮った時に撮影した時になんかなんていうかな、節目じゃないけどそんな感じで、なおかつなんか見守られてる感覚があったなって。要はなんていうか、守ってやるぞっていう感じじゃなくて、なんか押し出されるような、なんかあったかい感じがして、なんだろうっていう。なんか不正っていうか母性とかそんな感じ。母性っていうより不正っていう近い。だから多分男性の方なんだよね、ここ。あ、神様。そう、感覚がどこにお見えになるかがちょっと分かんないんだけど、気配は完全にあったし、目線に関してもあった。その目線が優しい女性じゃなくて、なんか男性の優しい強さがある視線だったもんで、あ、これ男性だわっていう。不正。不正。そんな感じってことですか。そんな感じがここはあって、でやっぱ普段ちょっと上の方から見てるって感覚がして、あんまり下にはいない感じで、痕跡が結構上の方ばっかり。あ、上の方から見てるって、屋根の上とか空の上とか、そういうところが結構多い。で補佐的なね、別のものがそこにあるんだよね。どういうこと？これ神様が言ってる。神様の補佐をしているのか、それともちっちゃい神様なのかがまた別にいるんだよね、近くに。どこにいるんだろう。痕跡だからね、はっきりした痕跡がそこにあるんですよ。そこのお社。お社のちょっと後ろのところに。だからメインの方は多分その男性で、もう一柱が補佐をしてるのかなっていう、今までの感覚的には。このゾワゾワ感がやばいっす。感度切っていい？ずーっと結構やばいんだけど。見えはしない。今の視界では入ってないけど、気配ではあっちにある。あの建物の左側のちょっと後ろ、太い木のあそこら辺に気配があるんだって。ちょっと高い位置で。でこっちを見下ろしてる感じでずーっとある。そのここを参拝させてもらっとる途中、ずーっとあそこから気配が、目線が感じ取ったもんで、今でもずっとそこにあるからね、気配が。ここは阿蘇家の元服の神社ですよね。そうですね。宮司で。いや、どうぞおしゃべり。で Google マップを見てこのずっとかたどっていただいて、でなんか聞くというとこが白い竜というのはですね、なんか竜の仲間でも一番大きな方というようなことで、一番トップ中のトップ、結構豪快な人でね、人と言ったらおかしいけど豪快な方で。だから小さい社があったでしょ、あそこに竜を見ましたけど何もですよね。だからそこ違和感あるのか。だから迫力の痕跡あって、しめ縄も雑なしめ縄してたでしょ、あれは竜の形してるんですよ。そう。見てくる。もしかしたら迫力の痕跡あるかもしれない。だって空間系の歪みだもんで、来てる可能性があるんだよね、やっぱ迫力が。他のとこもやっぱ点々とこんな現象のするとこがあるんで。で迫力が見えるとこって絶対栄えるっていうか、潰れることがないっていう、変な話。迫力がお見えになるとこがあって。進める。ちょっと多分前半お見苦しいもんっていうか、俺の声入ってない可能性がある、機材トラブルでちょっと気になったもんがあるから、ちょっともう一回見に行こうと思います。
確定かもしれない。空気が違う、空気が違う、ズワッとしたし、この感覚はあの人や方白龍江さん。白龍江の痕跡やこれ。マジか、こんなとこも寄ってるんだ。こんなとこっていう言葉はあれやけど、こういうとこももう全然遠いじゃんか。遠いね。だから空間は関係ないんだよね。関係ないんだ。やっぱそうやね。白龍江の気配だねこれ。痕跡？痕跡。中じゃねえなこれ。裏？ここだよね。裏っていうか。ってことでここ来るともしかしたら白龍江のご利益あるかもよ。すごいやなんかね、いろんな話を聞いてさ、龍のゆかりがあるとかさ言われたもんで、で違和感を感じ取った、まさかねと思ってたまさかなと思っとったら当たりみたいな。すごってことは本当にどういう理由で降りてきてるの？あの人気まぐれだもん。やっぱそのもともとはその世界を安定させるために頑張ってる人のとこ行って、励まして力を与えてって、転々としてた、その痕跡が残ってる、だからここは昔いろんな人が集まって寄り合って、その支え合ってて長年の歴史ができた、だから白龍江気に入るよねって、一生懸命なとこって、なんか意志がしっかりしてる人、そう意識、そう欲に走らず目標があってちゃんとやる方、そういうことか。だからどんだけここが立派なのか、志も立派なのかっていう証明だよね、白龍江の痕跡があるっていうことは。ましてやその微生理が多すぎる目マジで使えてきたから俺ってな感じでおまけコーナーでした、じゃあここは男の神様と白龍江様と、まあ俺白龍江って呼んだんだけど白龍江とご神木になる、まあご神木になるってことはもう神様だからね、が4体4柱お見えになる、で微生霊がわんさかおる、わんさかすごいね。だからもっと夜静かになって暗くなるったらもう目がやばいだろうな俺、感度が上がるから、ってな感じでもういい？はい、ありがとうございます、ありがとうございます。お疲れ様で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 す。ハプニング続きでもうヘトヘトいろんな理由でなんでやねんっていうね。ちょっとびっくり。俺のせい。なんかした最初マイク入っとったもんね。ちゃんと確認してるよ。ちゃんと確認してるけど、まあそんなんがうちらで、ね、トラブルありというかせなんか噛んだけど、やらせなしなんでこういうことは普通になりますんで。ではここはメガネカンペごめんなさい。熊本県上益城郡大和町様の男成神社、まあ歴史が凄まじいというか、それはねちゃんと歴史がすごくてちゃんと伝承されて、ましてやこんだけ豊かでね、立派だわっていう。で最後の最後ね白龍江の痕跡があるとは思わなかったからマジすごいかもよここ、来ると本当にいろいろといい方向に好転する可能性があるんで、ではお疲れ様です、本当ご招待ありがとうございました。ありがとうございました。では失礼します。